ボンジュールモンド。こんにちは。ケニチズキッチンチャンネルです。さて、今日は、なんと、このチャンネル始まって以来の初コラボです。実はですね、このコラボ、僕は料理人なんですけども、違う職業の方、異業種の方とのコラボなんですね。なので、この料理のこと、食べるということを違う角度から発見できるんじゃないかなと思って、すごい楽しみにしています。ぜひ最後までご覧になってください。ご紹介いたします。セクシーフィットネスのパーソナルトレーナー、ゆうじさんです。どうも今日はありがとうございます。よろしくお願いしまよろしくおす。願いします。いきなり料理系のチャンネルで、セクシーフィットネスっていう名前聞いたらびっくりすると思うんですけど、日本人より英語の国、アメリカの人とかがセクシーフィットネスって聞いた方がちょっとドキッとするらしくて、以前結構年配の60いくつの、はい。日本での外資系のホテルの、支配人みたいな人が、はい。知り合いの知り合いで、最初紹介してほしいみたいな感じで言われたんですけど、その名前を聞いて引いちゃったらしくてなるほど。実際には綺麗にかっこよくセクシーになるような体を作りましょうっていうようなこと。一つはね、決して僕がセクシーとかそういうふうに言ってるわけじゃないんですよ。みんなで頑張っていこうということです。そういうようなものを目標としてやっていこうとそういう。そうそうそう。いわゆる例えば、じゃあゴリラっぽい体とか、ただはい。ムキムキであればいいとか、それで体脂肪が乗ってても僕はセクシーじゃないと思うしとか、そういうところですね。なるほど。もう僕はもう以前よりゆうさんのチャンネルにお世話になってまして、でご存じない方もいるかと思いますので、自己紹介だけお願いしてもよろしいでしょうか。日本、東京でパーソナルトレーナーをやっておりまして、もうパーソナルトレーニングとしては20年ですかね。もう個人指導してるんですけれども、はい。基本的には綺麗にかっこよくなるような体になるためのトレーニングと食事指導をしているというところで、お客様はそれを求めてくる人が多いので、勤務しているスポーツクラブでは、ちょっと途中からは分からなくなってきたんですけど、最初から15年ぐらいはもう売上トップで、全国1位でやらせてもらって、素晴らしいです。最近はもうちょっと分からなくなってきましたけどね、いろんな人も出てきたのもありますけどね、そんな感じで一応、いろいろトレーニングの指導をさせてもらってますね。しかもその最前線で働かれて、なおかつ、このチャンネルではい、毎日動画配信されてますよね。パーソナルトレーニングというのが1対1なんで、はい。常に本当に結構正直言うと、そうは言ってもやっぱり人数で限られてるわけですよ。何十人とかって限らなるほど。れてるわけです。はい。それ一人一人にこうやってるわけです。だけど、そうじゃないことをやってみたくて、僕の1対100とか1対1000とか1対1万とか、そういう広がりを持ったことをちょっとやりたいなと思ったのが、こういう YouTube だったり。もう13万人以上の方がそうですね。はい。もう登録されて、ゆいさんのチャンネルをご覧になっているということですごいはい。人気のチャンネルなので、本当に今回このコラボ、本当にありがたいです。実際1回、ゆいさんのチャンネルも一はい。度だけ僕出演させていただいて、ダイエットレシピというか、やはい。らせていただいたんですけども、今回もちょっと料理人から素朴な疑問というか、はい。アドバイスをいただいて、最後にはい。僕の方で作った、ダイエットメニューを一番最後はい。に紹介するので、そちらもはい。ぜひお楽しみくはい。ださい。2つぐらいですね、質問を用意したので、それにお答えいただけたらなと思います。今日は、料理人とトレーナーのコラボということで、はい。食に関して、多分はい。トレーナーの方、このはい。アスリートの方とかって、すごい体を作るということで、食べることにかなり関心の高い方が多いんじゃないかなと思いまして、そうですね。はい。体を鍛えるっていう方が日頃どのようなはい。食生活をしているか、食事面でまずどのようなことを気をつけていらっしゃいますか？あのーまあ、体を鍛えるというのが、えっと、まあ、いわゆるアスリートっていう人と、はい。僕らみたいな、とにかく体、見た目を作ろうという人、ボうん。ディービルとかそういう大会出る、そうじゃなくてもそういうような感じでかっこいい体を作るっていうのと、また気持ち違ってくると思うんですけど、なるほど。こっちのいい体を作るという人は基本的に体脂肪が絶対いらないような方向じゃないですか。うん。で、アスリートの人っていう人は、体脂肪が必要な場合もあり、種目によっても違って、あとシーズンによっても体脂肪があってもいい時と体脂肪がない方がいい時期とかいろいろあって、種目によってもいろいろ違うので、はい。その時点で、カロリーのあり方っていうのは結構
変わってくるんですけども、まず基本的には栄養として足りないものがないような状況に常にあるということですね。炭水化物も当然必要だし、タンパク質も常に必要です。常にっていうのは、単純に1日これだけ取ればいいというわけじゃなくて、1日24時間を通してずっとタンパク質、もしくはこのアミノ酸が血液中を流れている状態にしているかどうかということ、つまり3食では足りなくて、4食、5食だったり、そういうふうに小分けにすることで、常にタンパク質をその4回、5回取ってあげる。そうすると血中アミノ酸がずっと、高い状態、体の中にアミノ酸が常にたくさんある状態。そうすると、運動する、トレーニングをする、それによって体が作られるというのは、その食事で取った栄養が常にそのトレーニングの後の数時間、数十時間、常にそういう栄養があるかどうかというところ、それがなければ体が作られないので、まずそれが足りないようにならない、それ足りないようにならない食べ方をですね、4回、5回とかね。そういうふうにやっていく。あとはミネラル、ビタミン、ミネラルが足りないようにしていくという。なるほど。回数、食べることだけじゃなくて、回数も大事なんですね。はい、その上で、さっきの脂質については、もう種目によって気にする人と気にしない人がいるということですね。ラグビーとかああいう人はもう一切気にしないし、そもそもかなり使っていく。逆に、例えばマラソン系の人の場合、どんなに食べても走るのが多すぎちゃって、太れない、逆にこの骨粗鬆症になりやすいとかいうものがあるんで、逆にマラソンの人って結構ハイカロリーのものを食べてるんですね。だけれども痩せていっちゃうという、ちょっと本当に結構無理なところまでやってるんですけど、そういう人もいますけどね。僕らは基本的に、軽い体を作りたいという人は、基本的には脂質をかなり抑えながらのタンパク質、炭水化物が両方あるという食事を、いつも心がけている感じですね。なるほど。具体的にどのような食事をされているか教えていただけますか？そうですね、こっちのフィットネス系の方で言うと、僕は基本的にもう3食鶏肉、胸肉なんですけれども、3食鶏胸肉、あと卵とか、魚を入れることもありますね。こういうその筋肉系の方で、大会に出る人の場合には、大会がないオフシーズンと大会間際のオンシーズンっていうのがあって、それでもオフシーズンの時もある程度気をつけて、その時はでも牛肉の赤身ぐらいは食べていくんですね。牛肉の赤身は脂質がね、こっちの鶏肉に比べたら多少あるわけですけど、だけどその牛肉の赤身ぐらいのその脂質を取ることでホルモン分泌を良くしていくんですね。で、脂質がないとテストステロンとかそういうような体を作るためのホルモンというホルモンに原材料がなくなってしまうので、だからそこの脂質もあえて取っていく。で、絞りたいときには全体的に抑えていくというふうにするんですけど、そういった牛肉の赤身は結構食べていきますね。脂質が多い部分とか豚肉とかは基本的には多分オフシーズンでもあんまり取らないです。もうこれだけでもすごいもう気を使ってらっしゃるのがもうすでに伝わってきています。そうですね、もう四六時中ですね。実は多分僕のチャンネルを見ている方で、多分ユージさんご存知ない方、ちょっと失礼ですけど、ユージさんのご年齢もご存知ない方もいらっしゃるかと、こんな素晴らしい体をされて、失礼ですけども、お聞きしてもよろしいでしょうか。もうあと1ヶ月で50になってきます。皆さんびっくりする。もうこんな素晴らしい肉体をお持ちのユージさん、この食事面でなんかアドバイスとか何かあれば教えていただければなと思うんですけども、この考え方とか。考え方。今僕はそういうふうにかなり気をつけてるっていうと、もうそんな人生面白くないとか言われちゃうわけですけど、僕も20代はそれほど気をつけてないというか、肉は好きだったら肉食べてましたけど、とんかつとかもいろいろ食べてたり。でもこのやっぱり、個人指導を始めたこの20年間かなり今みたいに気をつけてやってるんですけど、だから20年間そういう食事を続けるのもコツがあって、6日間は今みたいに気をつけるんだけど、1日は何も気をつけない日を作ってるんですね。でそこで家族といろいろ食べたり、それこそレストランに食べたりで、レストランにそこ行くときには絶対まずいところには行かないとか決めてるんで、そこの1日はやっぱり好きなものを食べるという日を作ってる。それによってそこを食べてるから残り6日間は気をつけられる。で、そうするとそっちの6日間気をつけてるのもストレスにならない。でこれを半端にやってる人の場合、逆にじゃあみんなと食べに行きましたっていうこと自体が、私こんなに食べていいんだろうかみたいな感じで、その食べてることにストレスを感じる人もいるんですね。どっちでもこのストレスに感じてしまって良くない。で、ストレスを感じないようにすることがやっぱりもう一つ大切なことで、ストレスを感じていると、コルチゾルっていう
分解する方のホルモンが高くなっちゃって、体脂肪がまた増えやすく、筋肉もつきにくくなってくるんですね。だから僕みたいに20年もやってると本当にストレスをためないようにやらなきゃいけないので、食べる日は作る、食べない日も作る、両方やっていくということが大切。どのように継続できるかを考えるっていうのがすごい。そうそうそう。なるほど。じゃあ本当にうまくこのガス抜きをされてるというか、ストレスのこの食べない方法もまで全て考えて調節されてるんですね。そうですね。はい。ありがとうございます。では、ゆうさんのようなこのトレーナーの方とか、はい、そういう方が、僕はレストランで働いている料理人なんですけども、例えば仮に僕らのようなこのレストランに求めるもの、何かこう行った時にこうしてほしいなというか、こういうレストランに行きたいな、こういうメニューがあったらとか、こういう料理があったらみたいな、何かそういうのがあれば、教えていただきたいんですけど。今言ったようにね、食べる日はまあ食べる日なんですよ。はい。で、そこで、なんだろう、異常なダイエットメニューを期待は特にはしてないわけですよ。そこはもう自分でやってるので、はい、食べるときには、いろいろ食べるんですけど、ただまあ、結構長年こういう生活してると、例えば、ラーメンの中に入ってる角肉とかで、この脂肪の層があったりするじゃないですか。はい。あれもう食べれなくなっちゃったんです。口の中入れられなくなっちゃったんです。なるほど。あと、とんかつもね、オフの食べていい日は食べるんですけど、端の脂肪がやっぱり食べれなくなっちゃうんですよ。だからまあさっき言ったような、本当に牛の赤身でボリュームがあり、美味しければ、もうそれで満足。肉が欲しいんですけど、ただ、その時に、そこの脂肪の塊があるやつじゃなくて、まあ本当に牛の赤身って焼肉行ってもやっぱりね、カルビとかあんま食べれなくて、なるほど。ロースばっかりになっちゃったんですけど、その辺でもう柔らかく美味しく、あれば。で、そこが脂質が多くない牛肉であれば、そこにかかってるソースは特に気にしないんですけど、なるほど。そこのもう口に入れる脂質の感じがもうちょっと慣れてないのでダメになっちゃう。で、あとはやっぱりボリュームですね。このボリュームはやっぱり欲しいっちゃ欲しい。やっぱり結構ね、食べるといえば食べるんですよ。食べてないんじゃなくて、結構食べるので、僕もまあ普段その気をつけてる方でも鶏肉、胸肉丸1個200、250、300近くとかを毎食食べるので結構量は多いわけですよ。外食でもやっぱりそれぐらい食べたいなというところがあるんです。はい、量的にはね。ではまあ、ご自身でこの判断するので、特にでは、レストランの方にはまあ、こうしてほしいというよりは、まあ、ご自分で多分、うまくこの避けるようにはされてるっていう感じになるんですかね。ちょっと脂身だったりとか、そういうものは多分。そうですね。ただまあ、今のさ、牛肉とか、まあ、あるいは別に、鶏もも肉っていうぐらいでもいいんですけれども、はい。美味しくはできないんですよ。自分がね。自分は美味しくは作れないので、もう美味しくしてもらえばそれで十分ですけどね。もうその日に本当により良いものを召し上がりたいっていう感じ。そうです。はい。わかりました。ありがとうございます。フランス・パリのそこの店で、スポーツ選手って来たりします？フランスラグビー結構、まあ、有名だと思うので、プロの方、あとサッカー選手とか。パリ・サンジェルマン来ますか？実は、はい、結構有名な選手もいたりとか、住んでいたりとか、っていうのもありますね。なんで。うちの子たちがもうサッカー大好きで、パリ・サンジェルマン大好きなんで。あ、本当ですか？ぜひ、パリ、まあ、もうちょっと、ね、時期が落ち着いてからだと思いますけど、ぜひ、ここにお越しいただきたいと思います。行きたいですね。すいません、いろいろご質問させていただきまして、ありがとうございます。ぜひ、皆さんも、セクシーフィットネス、ゆうさんのチャンネルですね。この後、ぜひご覧ください。よろしくお願いします。特に僕、今40、今度41になりますけど、それぐらいの年齢の人にすごい刺さるんじゃないかなと思う、すごい素晴らしいチャンネルなので、ぜひご覧になってください。この後では、ダイエットレシピの方、ぜひ最後までご覧になってください。ゆうさん、どうも今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。今日はダイエットメニュー、春雨入りサンラータンをご紹介します。ゆうじさんのチャンネルでも違うバージョンのサンラータンレシピをご紹介しています。それでは材料です。鶏胸肉、木綿豆腐、青ネギ、しめじ、えのき、
韓国春雨、お水、卵、醤油、鶏ガラスープ、オイスターソース、ごま、コチュジャン、お酢、コーンスターチです。詳しい分量は概要欄をどうぞ。では始めましょう。韓国春雨を半分に切ります。お湯で7、8分間茹でます。茹でている間にスープを作っていきます。お水、オイスターソース、醤油、鶏ガラスープの素、コチュジャンを入れて沸かしていきます。鶏胸肉を薄くそぎ切りにします。次に豆腐を一口大に切ります。沸いたスープにえのき、しめじ、先ほど切った豆腐を入れます。さらに生姜のスライスを入れ、約1分間煮ていきます。煮ている間にトッピングの青ネギを切っていきます。鶏肉にしっかりコーンスターチをまぶします。塩を少々加えます。鶏肉を一枚一枚くっつかないように入れていきます。そして一旦しっかり沸かして中火で約1分間煮ていきます。春雨が煮えました。溶き卵を回し入れます。鍋をゆっくり揺らしながら卵に火を入れていくとふわっと仕上がります。春雨を入れて温めたら火を止めます。仕上げにお酢とごまを入れたら完成です。では盛り付けていきましょう。青ネギ、糸切り唐辛子もトッピングしてみました。皆さんもぜひこのダイエットメニュー、韓国春雨入りサンラータン
作ってみてください。ボンジョーネ。